ちらです。ダイソーさんのパティシエですね。200円商品で、80g あるちょっと大きな糸ですね。これがたくさんあるのでバッグを編んでいこうと思います。材質はアクリル 100%、 80g で約 130m あります。おすすめのかぎ針のサイズは8号となっていて、カラーはこちらですね。ナチュラルウッド、使用するのは8号の 5mm の針を使っていきます。で、外側にね濃い色があるので、今回外側から取って糸を使っていこうと思います。玉編みのバッグなんですけど、たくさん糸も消費できるし、すごくね可愛かったので編んでいきます。まず、輪から編み始めます。一重に巻いたら糸を持ってきて鎖3目で立ち上がります。長編みですね。長編みの立ち上がり、鎖3目を押したら輪の中に長編みを11目編み入れます。全部で長編みが12目あると考えます。輪に長編みを11目編み入れました。輪の糸端をぎゅーっと引き締めて、最初の立ち上がり鎖3目目に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めます。ではこの後は円の法則の通り1段に12目ずつ増し目をして4段まで大きくしていきます。鎖3目で立ち上がってすぐ根元に長編み、そしてすべての目に長編みを2目ずつ入れて編んでいきます。すべての目に増し目ですね。円の法則については過去に動画を出しているので、そちらをご覧ください。で、12目スタートなので4段まで増やすと全部で48目になります。それでは円を大きくしていきます。はい、長編みで円を4段まで大きくしてきました。ではここから玉編みの模様編みをしていきます。鎖2目で立ち上がったら針に糸をかけてすぐ根元の鎖ですね、鎖3目目に針を入れて糸を持ってきます。かけて同じところから糸を持ってくる、かけてまた同じところから糸を持ってくる。中長編み3目の玉編みです。針に糸をかけて全部引き抜いたら鎖を2目、針に糸をかけて同じところから糸を持ってくる、針に糸をかけて同じところから糸を持ってくる、かけて持ってくる。3回したらかけて全部一度に引き抜いて鎖を1回編みます。ハートのね玉編みができました。これを、すべて繰り返し編んでいきます。2つ目を飛ばして3つ目に針に糸をかけて針を入れて糸を持ってくる、かけて持ってくる、かけて持ってくる。中長編み3目の玉編みを編んだら鎖を2目、針に糸をかけて同じ目に針を入れ糸を持ってくる、かけて持ってくるを3回。中長編み3目の玉編みを編みます。
鎖を1回、ハートの間だけですね、鎖を2回入れます。針に糸をかけたら2つ目を飛ばして、3つ目に中長編み3目の玉編みを編む。鎖を2目、同じ目に中長編み3目の玉編みを編んで鎖を1回。はい、こんな感じでハートの玉編みを入れていきます。全部で48目あって、このハートの模様は3目使って編んでいくので、ハートが16個まで編むことになります。繰り返し編んでいきます。一周ぐるっと最後の方まで編んできました。最後ですね、残り5目あります。2つ飛ばして3目目、5目のうちの真ん中の目ですね、ここに中長編み3目の玉編みを編んで鎖を2目、もう一度同じところに中長編み3目の玉編みを編んで鎖を1回編みます。そして一番最初に編んだ玉編みの頭です。ここに針を入れて糸を引き抜いてギュッと引き締めて、次、ハートの真ん中に間ですね、針を入れて一度引き抜き編みをして目を移動させます。次の段は鎖2目で立ち上がったら中長編み3目の玉編みを1つ、鎖を1つ、中長編み3目の玉編みをもう1つ、鎖を1で、3つ目の中長編み3目の玉編みを編みます。鎖を1、ハートの真ん中に中長編み3目の玉編みを3つ入れました。間は鎖が1つずつ入っています。これをね、ずっと繰り返します。ハートの間に中長編み3目の玉編み、鎖を1、中長編み3目の玉編み、鎖1、3つ目の中長編み3目の玉編みを編んで鎖を1、はい、2段目以降はこれをねずっと繰り返し編んでいきます。はい、模様編み2段目最後の方まで編んできました。玉編み3目を入れてね進んできたんですが、最後中長編み3目の玉編みをして鎖1を編んだところです。最初に編んだ玉編みの頭、針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めます。次の玉編みの間に針を入れて引き抜き編みをして目を移動させて鎖2目で立ち上がります。玉編みと玉編みの間に中長編み3目の玉編みを編みます。そして鎖1を編んだら次の玉編みは真ん中の玉編みの上ですね。ここに中長編み3目の玉編み、鎖1で、玉編みと玉編みの間に中長編み
3目の玉編みを入れて鎖を1、これをね繰り返していきます。次の玉編みと玉編みの間に中長編み、3目の玉編み鎖1、真ん中の玉編みの上に中長編み、3目の玉編み鎖1、玉編みと玉編みの間に玉編みです。で鎖1、はい、こんな感じですね。これをぐるぐる繰り返します。では今編んでいるこのね模様編みの3段目、この玉編みの編み方をずーっと続けて繰り返し編んでいきます。はい、2玉目を使って結構ね編み進めてきました。ハートの模様を始めてから18段ですね編んできました。こんな感じになっていて、最後ですね、1玉目が最後白っぽいところで終わったので、2玉目も白っぽいところから糸を継ぎ足して編んできました。では模様編み、玉編みはこのくらいにして、この後ですね持ち手に入っていこうと思います。玉編みの模様だけで終わるのもあれなので、鎖1で立ち上がったら玉編みの頭に針を入れて細編み、その次の間ですね、間に細編み、玉編みに細編み、間に細編み、玉編みに細編み、1目ずつ細編みを入れてこようと思います。こんな感じでね、ちょっとぐるっとね細編みを1目ずつ編んでいこうと思います。はい、1周ぐるっとね細編みを編んできました。最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めます。そして、この後ねあと2段くらいは細編みをしていこうかなと思います。はい、3段くらい細編みを編もうかなと思ったんですが、とりあえずね細編み2段にしてみました。でこの後持ち手の土台を編んでいこうと思うので、マーカーをつけます。まず立ち上がりのラインから数えて15目めですね。ここからここまでを持ち手の空きにしたいと思います。15目めにマーカーをつけたら、ここから数えて次のマーカーのところまでが20目になります。そしてこのマーカーから次の持ち手の空きのところまでですね、30目ですね。そして反対側も同じように、左側に立ち上がりのライン、最後の細編みがあります。ここから数えて15目めで、このマーカーから次のマーカーまでが20目ですね。このようにマーカーをつけておきます。では細編みの3段目、鎖1で立ち上がってマーカーの手前まで細編みを1目ずつ編んでいきます。
はい、手前まで細編みを入れたら、マーカーからマーカーまでの20目分の鎖を編みます。はい、鎖20目編めたら、マーカーの隣から細編みを入れていって、次のマーカーの手前まで編んでいきます。このね、下の細編み2段編んだんですが、本当はね、もうちょっと編みたかったんです。高さをね、細編みで出したかったんですが、残りの糸のね、感じを考えて2段にね、しておきました。これ以上高くすると、2玉目の残りの糸がなくなりそうだったので、なるべくね3玉目を使わないように編みたくて、少しね調節しました。はい、次のマーカーの手前まで細編みを入れてきたので、マーカーからマーカーまでの、20目分を鎖で編みます。20目鎖編みが編めたら、先ほどと同じようにマーカーのついている目の隣の目から細編みを入れていきます。そうすると、最初の細編みが出てくるので、最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めます。次の段、鎖1で立ち上がって根元から細編みを入れていきます。この後は細編みをぐるぐるとね編むだけなんですが、先ほど編んだ持ち手の土台の鎖の部分ですね。ここはちょっと取りにくいんですが、裏山を取っていこうと思います。はい、ちょうど鎖まで来たので、鎖をねひっくり返して、こんな感じですね。ひっくり返して鎖の裏山の部分を取っていきます。特に最初の目は取りにくいんですが、裏山に針を入れて細編みを入れていきます。一目に一目ずつ。苦手な方は細編み裏山でなくてもねいいかなと思います。ただね、裏山を取るとこのね持ち手の裏の部分にこのように綺麗に鎖が残っていきます。見た目がねちょっと変わるので、裏山を取ることをおすすめします。はい、鎖編みに細編みを20目入れてきました。そしたらあとは細編みに細編みで、反対側の鎖にも同じように細編みをね
入れていきます。そして、この後はね、さらに細編みをぐるぐると編んでいきます。はい、持ち手の上ですね。はい、持ち手の上の細編みを編み終わりました。全部で4段ですね、細編みを編んできて、糸は残りこのぐらいあるんですが、バランス的にこの辺でね終わりにしとこうかなと思います。最後一周ぐるっとね引き抜き編みをしてこようと思います。立ち上がりはせずに、根元ではなく次の目に針を入れて引き抜き編みで、この引き抜き編みも、そしてこの引き抜き編みにマーカーをねつけておくと分かりやすいかなと思います。1目に1目ずつ引き抜き編みでぐるっと回っていきます。はい、ぐるっと一周引き抜き編みをしてきました。糸始末できる分残して糸をカットして針と糸を抜きます。そして最後ですね、とじ針に糸を通してマーカーをつけた最初の引き抜き編みにこのように針を入れて糸を調節して同じくらいの大きさのね鎖になるように最後に編んだ引き抜き編みにこのように針を入れます。そして裏側で糸始末をします。糸始末が終わったらこれで完成です。残りの糸はこのぐらいですね。あと何段か編めたと思うんですが、バランス的にこのぐらいかなと思って終わりにしました。ちょっとね編める感じだったので、ここ2段ではなく3段とかね4段くらいにして上の持ち手の幅とねもうちょっと同じ幅に揃えてもよかったかなと思いますね。はい、ではこんな感じですごくね可愛い玉編みのバッグができました。パティシエ2玉使ったんですが、グラデーションがね上手に使えたんじゃないかなと思います。ではサイズを測ってみます。底ですね、底は、だいたいですねこのハートの模様の後に、3つ玉編みを入れるところあたりまでですね、一番最初の玉編み3個ずつ入っているところまでが、底になる感じなので、ここまでをね測ってみます。底の直径が約 16.5 センチくらいかなと思います。そして高さですね、高さは持ち手の高さまで約27センチ、そして横幅ですね
横幅は約29センチくらいになっています。結構ね大きく編んだと思うので、編みかけのものをしまっておいたり、500ml のペットボトルもね縦に、立てたままね縦に入れることもできるくらいの大きさなので、いろいろね使い道はあるかなと思います。玉編みでね厚みも結構あるので可愛くできたと思います。よかったら参考にしてみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。